ゆっくり解説。ハリウッドから消された天才ケビン・スペイシー、栄光と転落の傑作映画ベスト10。ねえマリサ、今日はハリウッドでも特にヤバい俳優の話をするって聞いたんだけど、一体誰のことなの？ああ、その通りだぜ。今日紹介するのは、演技の天才として頂点を極めながら、ある事件をきっかけにハリウッドから姿を消すことになった男、ケビン・スペイシーだ。ケビン・スペイシー。確かに最近は全然映画で見ないわね。すごく演技が上手い人だってことは知ってるけど、どうして消えちゃったんだっけ？ 2017年に発覚したスキャンダルが原因で、事実上の追放状態になったからなんだぜ。ちなみに、後の裁判では無罪の判決が出ているんだが、一度失った信頼を取り戻すのは難しく、未だにハリウッドへの完全復帰はできていないんだ。だがな、彼が私生活でどうあれ、彼がスクリーンに残した演技の凄まじさまでは否定できないのも事実だ。なるほどね。作品の中の彼の演技には罪はないってことね。どんな役を演じてきたのか気になるわ。彼は善人から狂気の悪役まで、彼にしか出せない味があるんだ。今回は、そんな彼の栄光と転落のキャリアを象徴する傑作映画をランキング形式で紹介するぜ。ちょっと待って、ミステリー映画も多いけど、もしかしてネタバレあり？おっと、そうだった。今回は彼の演技の凄みを解説するために、映画の結末や重要なトリックまでがっつり触れていくぜ。未見の人は注意してくれよな。了解。核心部分を知りたくない人は、タイトルを見てから視聴するか決めてね。それじゃあ、ランキングスタート。第10位、ペイフォワード、可能の王国、2000年。ねえマリサ、いよいよランキングの始まりね。ケビン・スペイシーって言うと、どうしても不気味な悪役のイメージが強いんだけど、最初はどんな映画なの？いきなりだが、そのイメージを裏切る作品から紹介するぜ。第10位は、2000年のペイフォワード可能の王国だ。ここで彼が演じたのは、顔に火傷の跡を持つ社会科教師、シモネット先生だぜ。へえ、教師役なんだ。やけどの跡があるってことは、過去に何かあったのかな？普段の怖い役とは違って、かなり人間味がありそうなキャラクターだね。その通りだぜ。彼は常にシャツのボタンを上まで止め、他人と距離を置いている孤独な男なんだ。だが、彼が最初の授業で黒板にもし君たちが世界を変えたいと思ったら、何をすると書いて出した課題が、物語を動かすことになる。世界を変えるなんて大きなテーマね。でも、先生自身が本気で生徒に向き合っているからこそ出る言葉って感じで、すごく印象的なシーンだわ。ああ。その課題に少年トレバーが出した答えが、ペイフォワード。つまり受けた善意を別の人へ渡すという運動だ。シモネット先生は当初、厳格で冷徹に見えるが、トレバーやその母との交流を通じ、閉ざした心を少しずつ開いていくんだぜ。心の傷を隠した先生が、生徒の純粋な思いで変わっていくなんて感動的ね。悪役だけじゃなくて、そんな繊細な演技もできるなんて知らなかったわ。特にふとした瞬間の寂しげな表情や、不器用な優しさが絶品なんだ。ラストの衝撃的な展開も含め、彼の深い演技があったからこそ、世界中で愛される名作になったんだぜ。第9位、ベイビードライバー、2017年。続いて第9位は、2017年公開のベイビードライバーだ。これは彼がハリウッドから姿を消す直前に出演した作品で、まさに最後の名演とも呼べる強烈なキャラクターを演じているぜ。2017年ってことは、スキャンダル発覚のギリギリ前ってことね。タイトルからしてアクション映画みたいだけど、今回はどんな悪役を演じているの？彼が演じるのは、銀行強盗団を裏で操る冷徹なボス、ドクだ。天才的な運転技術を持つ主人公ベイビーの弱みを握って、無理やり犯罪の逃し屋をさせているんだ。ドクは計画に絶対的な自信を持っていて、少しでも逆らう奴がいれば容赦なく制裁を加える、本当に恐ろしい男なんだぜ。うわぁ、インテリ系の悪役って一番立ちが悪いわよね。主人公もそんな人に目をつけられたら、なかなか逃げ出せないんじゃない？そうなんだ。
ベイビーが借金を返して足を洗おうとしても、ドクは、お前は俺のラッキーチャーム、幸運のお守りだと言って決して逃がそうとしない。この時のスペイシーの、静かな口調で相手を追い詰める威圧感が本当に怖いんだ。でもな、この映画のクライマックスで、ドクは信じられない行動に出るんだぜ。信じられない行動？まさか、最後までベイビーを苦しめて、最悪の結末を迎えるとか。逆だぜ。警察に包囲されて絶体絶命の状況で、ベイビーが恋人を守ろうとする姿を見た瞬間、ドクは俺にもかつて愛した人がいたと呟いて、二人を逃がすために自らおとりになって警察に立ち向かうんだ。徹底した悪党に見えた男が、最後の最後で見せた人間味。このギャップこそが、ケビン・スペイシーという俳優の底知れない魅力なんだぜ。第8位、ハウス・オブ・カード、野望の階段、2013年から2017年。第8位は映画じゃなくて海外ドラマなんだが、ケビン・スペイシーを語る上では絶対に外せない作品だ。2013年から配信されたハウス・オブ・カード野望の階段だぜ。彼はこの作品で、権力のためなら何でもする冷酷な政治家、フランク・アンダーウッドを演じて、世界中を熱狂させたんだ。そのタイトルは聞いたことある。大統領を目指して悪いことをしまくる話なんでしょ？映画ランキングなのにドラマが入るなんて、よっぽどすごかったのね。このドラマの最大の特徴は、フランクがカメラに向かって視聴者に直接語りかける演出なんだ。画面の前の私たちに向かって、本音や悪巧みをこっそり打ち明けるんだぜ。まるで私たち自身が、彼の悪事の共犯者になったような気分にさせられるんだ。こっちを見ながら悪巧みを話すの？なんだかゾクッとしちゃうわね。でも、政治家としての駆け引きだけで、そこまで悪役って呼ばれるものなの？駆け引きだけじゃないから恐ろしいんだ。特に衝撃的だったのは、彼が情報をリークさせていた愛人の新聞記者、ゾーイ・バーンズを始末するシーンだ。駅のホームで会話していたと思ったら、突如彼女を地下鉄の線路へ突き飛ばして殺害したんだぜ。しかも、顔色一つ変えずにだ。うわぁ。自分の手を汚して殺しまでやるなんて、政治ドラマのレベルを超えてるわよ。そんな主人公が国のトップを目指すなんて、絶望しかないじゃない。その冷徹な演技が評価されて大ヒットしたんだが、皮肉なことに現実世界でのスキャンダルによって、スペイシー自身がこの番組を降板させられることになった。ドラマの中で権力を極めた男が、現実の不祥事で全てを失い、物語からも消されることになったという結末も含めて、彼のキャリアを象徴する、ある意味で呪われた傑作とも言えるな。第7位、摩天楼を夢見て、1992年。第7位は、1992年公開の摩天楼を夢見てだ。この映画は、アルパチーノ、ジャック・レモン、エド・ハリスといった、当時のハリウッドを代表する名優たちが勢揃いした伝説的な会話劇なんだ。その中で、当時まだ若手だったケビン・スペイシーが、彼らに一歩も引かない存在感を見せつけた作品だぜ。そんな大御所ばかりの中に混ざってたの？すごい度胸ね。でも、そんな豪華なメンバーの中で、スペイシーは一体どんな役を演じたの？彼が演じたのは、不動産会社の事務所を取り仕切るマネージャー、ジョン・ウィリアムソン役だ。本社からの命令で成績の悪いセールスマンはクビにするという非常な競争を強いる、冷徹な管理職の役だな。現場で必死に働く男たちを、安全な場所から高圧的に管理する。サラリーマンなら誰もが一番嫌うタイプの上司を見事に演じているんだ。うわぁ、胃がキリキリしそうな役ね。現場の苦労を知らない上司って一番腹が立つもの。でも、あの大俳優たちを相手に上司として振る舞うなんて、相当な演技力がないと食われちゃいそう。そこが見どころなんだ。特に印象的なのが、ジャック・レモン演じる落ち目のベテランセールスマン、シェリーとのシーンだ。シェリーは解雇を免れるため、ウィリアムソンに対して有望な顧客名簿、リードを回してくれと必死に懇願するんだ。大ベテランがプライドを捨てて媚びを売るんだが、スペイシーはそれを無表情で冷酷に突き放すんだぜ。あの大先輩ジャック・レモンを冷たくあしらうなんて、
見ているこっちが凍りつきそうなシーンね。でも、その感情のなさが、会社という組織の残酷さをリアルに伝えている気がするわ。その通りだぜ。必死にすがる人間と、それを事務的に切り捨てる人間。この対比が映画全体の緊張感を高めているんだ。熱量のある演技合戦の中で、彼だけが異質なほどの静かなる冷酷さを放っていて、後の悪役キャラの原点とも言える名演になっているんだぜ。第6位、ライフ・オブ・デビッド・ゲイル、2003年。第6位は、2003年公開のライフ・オブ・デビッド・ゲイルだ。これは社会派サスペンスの隠れた傑作として評価が高い作品だぜ。スペイシーが演じたのは、大学の哲学科教授であり、熱心な死刑廃止論者でもあるデビッド・ゲイルという男だ。大学教授で社会運動家なんて、また賢そうな役ね。でも、サスペンスってことは、ただ講義をして終わるような平和な話じゃないんでしょ？もちろんだ。皮肉なことに、死刑廃止を訴えていた彼自身が、活動仲間の女性をレイプして殺害したという容疑で逮捕され、死刑判決を受けてしまうんだ。物語は、死刑執行まであと3日というギリギリの状況で、彼が雑誌記者のビッツィを指名して独占インタビューに応じるところから動き出すんだぜ。死刑反対のリーダーが死刑囚になるなんて、あまりにも皮肉すぎる運命ね。でも、わざわざ記者を呼んだってことは、最後に自分は無実だ、って訴えたかったの？それが違うんだ。面会室のガラス越しに彼が語り始めたのは、事件の弁明じゃなくて、知的で誠実だった自分がどうやって酒に溺れ、地位を失い、転落していったかという人生の告白だったんだ。ケイト・ウィンスレット演じる記者は、彼の静かだけど説得力のある語り口を聞くうちに、この人は本当に犯人なのか？誰かにはめられたんじゃないか？と疑念を抱き始めるんだ。なるほどね。相手を言葉巧みに信じ込ませるなんて、まさにスペイシーの得意分野じゃない。見ている私たちまで、彼の話術に騙されちゃいそうね。その通りだぜ。でもな、その観客を信じ込ませる演技力こそが、この映画の最大の仕掛けなんだ。ラストで明かされる衝撃の真実を知った時、彼が命を懸けて何をしたかったのか、その覚悟に言葉を失うはずだぜ。すべてを知ってからもう一度見返すと、彼の演技が全く別の意味を持って見えてくる。恐ろしいほど完成度の高い作品なんだ。第5位、交渉人、1998年。第5位は、1998年公開の交渉人だ。これはサミュエル・L・ジャクソンとダブル主演を務めた、アクションサスペンスの傑作だぜ。無実の罪を着せられた凄腕交渉人が、身の潔白を証明するために逆に立てこもり事件を起こすという、ハラハラする展開の映画なんだ。へえ、交渉人が犯人になっちゃうなんて面白い設定ね。でも、サミュエル・L・ジャクソンってすごく熱血でパワフルなイメージがあるけど、冷静なスペイシーとは正反対じゃない？そこがこの映画の最大の見どころなんだ。感情を爆発させてマシンガンのように喋りまくる当のジャクソンに対し、スペイシー演じる交渉人セイビアンは、常に冷静沈着でリズムで攻める性の演技を見せるんだ。最初は敵対している二人が、プロ同士の交渉術を通じて、徐々に警察内部の陰謀に気づき、信頼関係を築いていく過程が本当に熱いんだぜ。なるほど。生と同の対決ね。あの独特の落ち着いた声でリズメにされたら、犯人もタジタジでしょうね。でも、最後はどうやって黒幕を追い詰めるの？やっぱり言葉で説得するの？いや、最後には驚くような頭脳プレイが炸裂するぜ。クライマックスで、スペイシーは真犯人を欺くために一芝居打つんだ。自分も汚職警官の味方だと偽って、なんと相棒になったジャクソンを至近距離から銃で撃ち抜くんだぜ。もちろん急所を外してな。そうやって相手を完全に信じ込ませて、見事に自白を引き出すことに成功するんだ。味方を本当に撃っちゃったの。相手を騙すためとはいえ、とっさにそんな危険な賭けに出るなんて、やっぱりただものじゃないわね。でも、その人を騙す才能が正義のために使われるなんて、スペイシーにしては珍しい役かも。そうなんだよ。彼は嘘や裏切りが得意な俳優だが、
この作品ではそのスキルが真実を暴くための武器として描かれている。悪役じゃない、純粋にかっこいいヒーローとしてのスペイシーを見たいなら、間違いなくこの映画がおすすめだぜ。第4位、LA コンフィデンシャル、1997年。第4位は、1997年公開の傑作ノワール LA コンフィデンシャルだ。1950年代のロサンゼルスを舞台に、ラッセル・クロウやガイ・ピアースといった豪華俳優陣が共演しているんだが、その中でもスペイシーが演じたジャック・ヴィンセンス刑事は、特に人気が高いキャラクターなんだぜ。へえ、刑事役なのね。でも、スペイシーが演じるんだから、また裏で悪いことをしてる汚職警官とかじゃないの？いいところをつくな。確かに彼は、テレビドラマの顧問をして小銭を稼いだり、マスコミに情報を売ったりする、世渡り上手の、チャラい刑事として登場する。ファッションもおしゃれで、汗臭い現場よりもパーティーが似合うような男なんだ。でもな、ある事件で若い俳優が殺されたことをきっかけに、彼の中で刑事としての良心と正義が目覚めていく過程が、たまらなくかっこいいんだぜ。最初は不真面目だった人が、本気になっていく展開って王道だけど燃えるわよね。キザな男が見せる正義感、想像しただけで素敵だわ。ああ。だが、この役が伝説になった理由は、その衝撃的な最後にあるんだ。彼は捜査の過程で、信頼していた警部のダドリーが黒幕だと気づくんだけど、その直後にあっけなく撃たれてしまうんだぜ。死んじゃうの？改心してこれからって時なのに、そんなの悲しすぎるわよ。ところが、彼はただでは死なないんだ。薄れゆく意識の中で、にやりと笑って、ロロトマシという謎の言葉を黒幕に囁いて生き絶える。実はこれ、同僚の江戸が作った、捕まらずに逃げを失せた犯人を指す架空の名前で、この言葉を知っているのは江戸とジャックの二人だけだったんだ。二人だけの秘密の言葉。それがどうして鍵になるの？何も知らない黒幕は、ジャックの最後の言葉が気になって、後でつい江戸に、ロロトマシとは誰だと尋ねてしまうんだ。その瞬間、江戸は、この言葉を知っているということは、こいつがジャックの死ぬ瞬間に立ち会っていた犯人だ、と確信するんだぜ。なるほど。あえて意味深な言葉を残すことで、犯人が自ら墓穴を掘るように仕向けたのね。命を懸けたダイイングメッセージ、鳥肌が立つわ。命を落としても、最後の起点で悪を倒すきっかけを作る。この散り際が最高に粋で、映画史に残る名シーンと言われているんだぜ。第3位、アメリカンビューティー、1999年。いよいよトップ3だぜ。第3位は、1999年公開のアメリカンビューティーだ。ケビン・スペイシーはこの作品で、自身初となるアカデミー主演男優賞を受賞して、名実ともにハリウッドの頂点に立った記念碑的な作品なんだぜ。主演男優賞、役者として最高の栄誉じゃない。さっきまでは悪役とか局者のイメージだったけど、オスカーを取ったのは一体どんな役だったの？それがな、驚くほど情けない役なんだ。彼が演じたレスター・バーナムは、広告代理店に勤める42歳のサラリーマンなんだが、見えっ張りな妻には馬鹿にされ、反抗期の娘からは負け犬扱いされている。どこにでもいそうな冴えない中年男性なんだぜ。うわぁ、聞いてるだけで胃が痛くなりそうな設定ね。悪のカリスマどころか、世の中のお父さんたちの悲哀を煮詰めたようなキャラクターじゃない。そんな役で頂点を取ったの？ああ。物語は、彼が娘の同級生である女子高生アンジェラに一目惚れしたことから急展開するんだ。抑え込んでいた欲望が爆発して、会社を勝手に辞めたり、ガレージで筋トレを始めたりして、自分の本能のままに生きようとするんだ。特に、彼がアンジェラを妄想するシーンで、彼女が天井から降り注ぐ大量の赤いバラの花びらに埋もれている映像は、美しくも狂気じみた名シーンとして有名だぜ。女子高生に恋をして暴走しちゃうなんて、現実だったら危ないおじさんだけど、映画だとそれが解放として描かれるのね。でも、そんな勝手なことをしてたら、最後はただじゃ済まないんじゃない？その通りだ。彼の自由な振る舞いは家族や周囲の歯車を狂わせて、
やがて悲劇的な結末を迎えることになる。でもな、すべてが終わったラストシーンで見せる彼の表情は、まるで悟りを開いたかのように穏やかなんだ。平凡な男が狂気と輝きを放つ一瞬を見事に演じ切った。彼の演技力の集大成とも言える傑作だぜ。第2位、セブン、1995年。いよいよ第2位だ。1995年公開、デビッド・フィンチャー監督の最高傑作と言われるサイコサスペンス、セブンだぜ。ブラッド・ピットとモーガン・フリーマンの刑事コンビが、7つの題材に見立てた連続猟奇殺人を追う物語だが、ここでスペイシーが演じた役こそが、映画史に残る最悪の殺人鬼、ジョンブなんだ。セブンは有名すぎて私でも知ってるわ。犯人のやり口が残虐すぎて、見た後にトラウマになる人が続出した映画よね。でも、スペイシーが犯人役だったなんて、最初からわかってたの？いや、そこがこの映画のすごいところなんだ。実は公開当時、犯人役が誰なのかは徹底的に伏せられていて、オープニングのクレジットにさえケビン・スペイシーの名前は載っていなかったんだぜ。映画の後半、全身血まみれの男が警察署に現れて、刑事さん、私だって実してくるまで、観客は彼が出ていることすら知らなかったんだ。出演自体がサプライズだったの。いきなりあんな演技派が犯人として現れたら、映画館にいた人は心臓が止まるくらい驚いたでしょうね。ああ。しかも実した後も不気味なんだ。取り調べ室で彼は、自分の犯した残虐な殺人を、神から与えられた崇高な使命だと、まるで説法のように静かに語るんだ。決して声を荒げたりしないその落ち着き払った態度が、逆に狂気を感じさせて本当に恐ろしいんだぜ。話を聞いてるだけでゾクゾクするわ。自分が正しいと信じ込んでる犯人ほど怖いものはないものね。で、最後はどうなっちゃうの？実したなら事件解決じゃないの？それが本当の地獄の始まりなんだ。刑事二人をある荒野へ案内するんだが、そこに一台の宅配業者のトラックがやってきて、一つの箱を届けるんだ。相棒のサマセットがその中身を確認して凍りつくんだけど、ジョンブはミルズに箱の中身を残酷な言葉で告げるんだ。それを聞いたミルズは、絶望と怒りで我を忘れてしまう。ジョンブの狙いは、刑事自身に憤怒の罪を犯させて、自分の殺人計画を完成させることだったんだ。この映画史に残る衝撃のバッドエンドを成立させたのは、間違いなくスペイシーの悪魔的な演技力があってこそだぜ。第1位、ユージュアルサスペクツ、1995年。栄えある第1位は、1995年公開のミステリー映画の金字塔、ユージュアルサスペクツだ。ケビン・スペイシーはこの作品でアカデミー助演男優賞を受賞し、一躍世界的なスターになったんだ。彼のキャリアを語る上で、この作品だけは絶対に避けて通れない伝説の一作だぜ。ついに1位ね。助演男優賞ってことは、主役じゃなかったの？どんな役でそんなすごい賞を取ったのか気になるわ。彼が演じたのは、バーバル・キントというしがない小悪党だ。左手足に麻痺があって、いつもおどおどしている気弱な男なんだ。彼は警察の取り調べ室で、伝説のギャング、カイザー・ソゼに脅されて犯罪に加担させられた経緯を、震えながら捜査官に語り始めるんだぜ。そんな弱々しい役なの？さっきまでの冷酷な悪役とか不気味な殺人鬼とは全然違うじゃない。それがどうして1位になるの？そこがこの映画の最大のトリックなんだ。劇中で彼が言う悪魔がやった最大のトリックは、自分は存在しないと世界に思い込ませたことだというセリフがあるんだが、これが全ての伏線になっている。ラストシーン、釈放された彼が警察署を出て歩き出す場面で、映画史に残るどんでん返しが起きるんだ。どんでん返し？まさか、その弱々しい足取りが、その通りだ。歩き出した彼の足から徐々に麻痺が消え、力強い足取りに変わっていく。そして動かなかったはずの左手でタバコに火をつけるんだ。そう、彼こそが誰も顔を見たことがない伝説のギャング、カイザー・ソゼ本人だったんだよ。弱者を演じて捜査官も観客も完全に騙し切ったこの演技こそ、ケビン・スペイシーという天才の証明なんだぜ。総評、まとめ。
というわけで、今回はケビン・スペイシーの栄光と転落の傑作映画ベスト10を見てきたけど、本当にすごい役者さんだったのね。これだけの才能を持っていた人が、もうハリウッドにいないなんて、なんだか複雑な気持ちになっちゃった。ああ。彼が私生活で犯した過ちや疑惑は許されるものじゃないかもしれない。だが、今日紹介した映画の中で彼が見せた輝きや、私たちに与えた衝撃までが嘘になるわけじゃないんだ。作品そのものには罪はないからな。そうね。映画の中の彼は、いつまでも最高に憎たらしくて、最高に魅力的なままよね。改めて、昔の名作を見返してみたくなったわ。みんなのお気に入りのケビン・スペイシー映画や、印象に残っている悪役がいたら、ぜひコメント欄で教えてくれよな。この動画が面白いと思ったら、高評価とチャンネル登録も頼むぜ。それじゃあ、また次の動画で会おう。